はい、皆さん、こんにちは。ちょっとね、撮影機器を変えて撮影してみたんですけど、いかがでしょうか。はい、ということでね、今回はね、日本とアメリカの年齢に対する考え方や雇用形態の違いについてお話ししていきます。で、今回話すことはね、あくまで全体としての傾向を個人の主観でお話ししていきますので、そこのところはご了承ください。で、ちょっとね、本題に入る前に前置きなんですけど、アメリカ文化やアメリカ人の批評をしていきたいと思います。で、アメリカって良くも悪くも締まりがないというか、子供なのに自由度高すぎじゃねって思うこととかも結構多いですよね。例えば、小学校とかのテストの件なんですけど、アメリカのテストって授業で習った公式とか単語以外でも書いていいんですけど、日本のテストって基本的に授業で習ったこと以外は合ってたとしても書いちゃダメじゃないですか。で、テストの意味なんですけど、授業で習ったことが身についてるかどうかの確認であれば、日本のテストの方が目的を果たしてますよね。どっちがいいかは一長一短あると思いますが、これ以外にもアメリカって子供なのに自由度高すぎだよねって思うことが良くも悪くも結構多いんですよね。つまり何が言いたいのかっていうと、自立を重視する考え方はいいんですけど、10代、20代といったまだ世間知らずの年齢なのに、いろいろと自由すぎて失敗をしちゃう可能性が高いので、10代、20代はもう少し親とか先生がいろいろと監視というか干渉するべきだと思うんですよね。よくあるのが、10代で妊娠したみたいな話が、アメリカって結構多いんですけど、これも自由すぎるゆえの失敗だと思います。なので、自由はある程度世間に出て、いろいろと経験してからだと思うので、あらゆる意味で自立した年齢という意味では、30代ぐらいからが本当の自由でいいと思います。あとね、ガラッと話は変わるんですけど、スーパーとかの店内で売ってるものを飲み食いしてもいいっていうルールもありますよね。まず店汚れそうですし、衛生的じゃないですし、動物じゃあるまいし、食い意地張りすぎでしょと思いますよね。別に店で買い物中に食わないでいいじゃないですか。そこまで飢えてないですよね。まあ100歩譲って子供ならいいんですけど、大人だったら家まで我慢しようよって思いますよね。あと、日本に比べて店員の態度は個々人で違いますし、大抵良くないんですよね。私は親戚がアメリカにずっと住んでるので、アメリカの店で何回か買い物をしたことがあるんですけど、大抵店員は金のためにいやいや仕事してるぜみたいな感じなんですよね。なので、接客業なのにめっちゃ不愛想だし、客が買った商品を無造作に袋に入れて終わりってことも結構あります。で、私も仕事はぶっちゃけ嫌いなので、気持ちはわかります。ただ、もう少し日本の店員を見習ってほしいと思います。多分、考え方の違いなんだと思うんですけど、アメリカ人にとっての仕事って、接客業であれ何であれ、お金のために単にやりたくないこと、嫌なことをすることって思ってるんだと思います。ただ、日本人は仕事を大切にしており、仕事に対して使命感を持ってる人が多い気がします。なので、仕事中にお金っていうことを考えない方がいいと思うんですよね。ただやるべきことをきちんとやるっていう考えの方が仕事はうまくいくと思います。アメリカ人は、なんていうか考えてることが表情に出すぎるというか、わかりやすすぎるんですよね。はい。で、次なんですけど、ちょっと話は変わりますが、アメリカって良くも悪くも、レストランとかで客がメニューをカスタマイズしすぎじゃねって思うんですよね。日本人的には、サブウェイとかをイメージすると分かりやすいと思うんですけど、あれがアメリカだと普通なんですよね。なので、アメリカの文化で、レストランでメニューを自分独自にカスタマイズできるっていうのがあります。これも日本人的には自由度高すぎて迷っちゃいますよね。日本は美味しいメニューがすでにあるので、それを頼めばいいんですけど、アメリカだとコーヒーとかもカフェイン抜きとか色々とできるので、メニューも自由度が高いんですよね。はい。で、最後なんですけど、銃社会についてなんですけど、先日もテネシー州の小学校で銃乱射事件があり、児童が何人か撃たれて殺されましたよね。なので、銃乱射事件は非常に痛ましいんですけど、銃社会の良さもあって、銃による抑止力は、撃たなくても持ってるだけで相手がビビるので、それで犯罪とか暴力を抑止できるっていうのもあると思うんですよね。要は、もし仮に銃撃戦になったら、自分も無傷では済まない可能性が高いので、銃の存在自体が犯罪や暴力の抑止力になるんですよね。つまり、核兵器とかと同じで、
誰でも銃を持ってるかもしれないっていう状況だと、犯罪者も迂闊に犯罪ができないので、犯罪とか暴力の抑止になるじゃないですか。これはやっぱり銃社会の良さかなと思います。ただ、アメリカの銃社会で唯一理解できない部分が、アサルトライフルが持てるっていう部分なんですよね。アサルトライフルって戦争で使われる殺傷力の高い武器なので、銃乱射事件とかで使われると被害者が増えちゃうんですよね。で、ウクライナやシリアやソマリアみたいな戦争状態の国では戦うためにアサルトライフルが必要なんでしょうけど、少なくともアメリカでは必要ないと思うんですよね。護身用とかなら拳銃で十分なので、アサルトライフルだけはいらないと思います。なので、アサルトライフルは規制すべきだと思います。で、治安維持のために警察や軍隊だけがアサルトライフルを持っとけばいいと思います。はい。ということでね、アメリカ文化やアメリカ人の批評でした。で、ちょっとね、前置きが長くなりましたが、本題に入っていきたいと思います。日本とアメリカの年齢に対する考え方や雇用形態の違いについてなんですが、まず年齢に対する考え方なのですが、アメリカは日本よりも年齢による評価というか差別がタブー視されていると思います。で、余談なんですけど、アメリカだと年齢差別とかもそうなんですけど、人の外見とかについてもあんまり言わない方がいいみたいです。例えば、日本人がよく言いがちなあの人鼻が高くてかっこいいとか、美人で羨ましいとか、白人の人に対してよく褒め言葉で言いますよね。ただ、具体的に他人の外見のことを言うと、相手によってはそれを褒め言葉だと感じないこともあるので、人の外見の話題は日本よりもデリケートなので避けた方がいいです。もし相手を褒めるならば、クールとかナイスとか、誰が聞いても褒め言葉だとわかるように言うのがいいと思います。あと、もちろん人種や宗教のことは避けた方がいいですし、年収などの経済的なことも話題としては避けた方がいいです。はい。ということでね、ちょっと話はそれましたが、年齢の話題に戻しますと、私的には年齢差別をタブー視することは必ずしも正しいとは思わないんですよね。というのは、年齢は人のパフォーマンスを評価する上ではかなり大切な指標だと思うからなんですよね。だって人はどうしても年齢でパフォーマンスが下がるじゃないですか。で、多分ですけど、アメリカで年齢差別がタブー視されているのは、アメリカは解雇規制がないので、いつでも解雇される可能性があるので、年齢で転職が不利になっちゃうと困るからっていう理由もあるんだと思うんですよね。なので、多分年齢という努力じゃどうにもならないことで評価するのはフェアじゃないって考えるんじゃないでしょうか。ただ、そうは言ってもね、繰り返しになりますが、どうしてもね、年齢で人のパフォーマンスって変わるので、あくまで私的には、人を採用したりする上では、年齢は大切な指標だと思います。多分ですけど、アメリカの会社も人を採用するときに、表向きでは言わないだけで、年齢は審査基準にしてると思うんですよね。はい。ということでね、日本みたいに就職において年齢が重視されるのは理解できるんですよね。日本は特に正社員だと伝統的に終身雇用で解雇規制が厳しくて年功序列なので、一つの会社で定年まで働くこと前提での採用なので余計年齢が重視されるのかもしれませんけどね。ただ、今の日本は少子高齢化で今後ますます高齢化が進むので働き手不足になるので必然的に年寄りにも働いてもらわないといけない社会になると思います。で、日本とアメリカの雇用形態の違いについてもちょっと話していきたいと思います。年齢の話の延長になるんですけど、日本は年功序列がちょっと意味わからないですよね。長くいるだけのおじさんが、なんで若い優秀な人よりも給料高いのって思いますよね。これフェアじゃないですよね。普通は勤続年数や年齢に関係なく、早く成果を出せるようなパフォーマンスが高い優秀な人の給料を上げるべきじゃないですか。勤続年数や年齢と給料が比例するのがちょっと意味わからないですよね。これは日本はアメリカとか海外を見習って変えていくべきだと思います。あとね、
個人的には終身雇用もいらないよねって思ってて、その理由としては終身雇用によって人がたるんじゃうんですよね。人ってどうしても楽な方に流されるので、多分終身雇用で定年までいられるならいいよっていう人が大半なので、日本の会社員は世界的にも勉強しないことで有名なんですよね。というのは、勉強しなくても会社にいられるからなんですよね。なので、社員は成長もしませんし、成果を出さなくても終身雇用で年功序列なので、ずっといられるし、長くいれば給料も上がるので、何もしないで長くいようみたいな人が多いのも、労働生産性を低くしている原因だと思うんですよね。あと、真面目に働いてたとしても、一つの会社のスキルしか身につかない場合もありますし、下手すると、その会社でしか役に立たない人材になっちゃう可能性もあるので、そうなると、その人の市場価値がなくなっちゃいますよね。あと、会社も人材的ニーズが変化すると思うので、真面目に働いてるからずっといてほしいわけじゃないと思うんですよね。例えば、会社が新しい事業とかを始めようとしたときに、その事業に精通した人、特定の分野のスキルがある人が欲しい場合などもあると思うんですよね。で、そういう時に、今までその会社にいて、真面目に働いてた人が必ずしも役に立つかっていうと、そうじゃないと思うんですよね。そういう時に外部から特定の分野のスキルがあるスペシャリストが来てくれると、会社も助かると思うんですよね。特にこれは IT やソフトウェアの分野で言えることなんですよね。なので、終身雇用がそもそもいらなくねって思うので、法改正して正社員でも会社は雇用契約を5年ごとに更新できるみたいな制度にしてもいいと思うんですよね。で、更新されなかったら転職するみたいにしてもいいと思います。あとね、解雇規制ももう少し緩めてもいいと思うんですよね。さすがにアメリカみたいに会社が社員をいつでも自由に解雇できるようにすると、あの社員が嫌いだから解雇するみたいなことも起きうるので、そういう感情的な理由での解雇っていうのを除いて、日本も今よりももう少し解雇規制を緩めてもいいと思います。はい。以上が日本とアメリカの年齢に対する考え方や雇用形態の違いについてでした。この動画以外でもいろんな違いがあると思いますので、ご指摘などがございましたら遠慮なくコメントしてください。また今後もこういう系の動画をちょくちょく上げていきたいと思います。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。